こんにちは、またたびです。私たちは2023年2月中旬から日本一周をしています。日本一周するためにこちらのミニバンを本体価格19万円、総額35万円で購入しました。私たちの家となる車を簡単ではありますが自称キャンピングカーに DIY しました。実際に日本一周を始めて生活をしているこちらの車の中を紹介したいと思います。それではレッツゴー。はい、それでは早速中を紹介していきたいと思います。中はこんな感じです。ジョージが寝てるこちらのマットレスを2つ並べて、横の長さが 120cm で、だいたいセミダブルベッドのサイズぐらいの大きさになってます。でちなみに縦の長さは 180cm になります。実際寝てみようか。こっちが私兄で、こっちがユージなんですよね、色が。だいたい寝るとこんな感じで広々寝れます。寝返りもできるね2人で寝ても狭くないよね。全然3人ぐらいいけそうだよね。3人で寝てます、いつも厚さが8センチあって、結構ねしっかりしてるから腰も痛くならないよね。寝心地最高です。こちらのマットレスは14段階になっていて、座ることもできます。で椅子の方も2段階になってるので、一旦折りたたんで座るとかなり座り心地がいいです。ふかふか。こうやってね、海見るのが夢だったので、こうやってゆったりできるよね。ゆったり飲みながらとかね、海景色を見えるからすごい気に入ってます。ここでよく朝起きてパソコン作業とかをね、ここに机が入ってるので、これないちょっと待ってよ、重いここに机が入ってるので、こうやって取って、いや本当にね、いいマットだよねこれ。食品の枕もついてて、で当てながらよくこうやって編集をしてます。すごい気に入ってる。これも300均で買ったよね。そう、3コインズ100円で売ってました。いいサイズで軽くて、すごいコンパクトで自作してないっていう飲み物とね、タブレットのホルダーもついてる。すごい使い勝手がいいです。ちなみに元となるベッドの骨組みはホームセンターで購入したイレクターパイプを使いました。寝る環境は一番大切にしたかったので、車内に目いっぱいにと座っても頭がぶつからないように調整しました。私たちのコンセプトはいかに低価格で簡単に見た目も風になるかっていうのがテーマだったので、全部の DIY の中で一番大変だったのがこのベッド作りの作業か、プラダンのシェードを窓にぴったりはまるようにカットする作業が大変だったかなって思います。これから社内紹介をしていく中で、今回のパイプ作りもそうなんですけど、作業工程など詳しく別動画出しているのもいくつかありますので、全て概要欄に載せてます。気になる方はよかったらご覧ください。いきなりのアフレコ失礼いたしました。このまま床下紹介をしていきます。折りたためるので、こうやって畳んでずらしてベニヤを外して物が取れるようになってます。消耗品備蓄ティッシュ入ってて、もうこれはちょっとフリースペースとして洗濯物とか入れてます。でこれレシートとかね、入れる袋でこんな感じですね。で移動して、これも畳めるのでこうやってやってずらして、これも外して中のものを取り出せます。よく使うものが基本外側に入ってて、キッチン用具がよく使うかな。
サワーナップとか調味料が入ってます。であとはお米もすごいリプターから100均ショップで入れ物を買って5キロ用の使ってます。でこれもすぐよく使うので端っこに置いといて、あと鍋とかもこの外側に入ってます。あ、ごめんなさい、大きい音。よいしょ。厚さも結構深いから、鍋とか煮物、カレーとかする時にも使えるので、今のところこの鍋一つで料理もね全部できてるよね。そうだね。あとはこれにご飯入れて、食べてて、まな板とかも入ってます。で内側が300円ショップで買ったケース使って、これは下着だ靴下とインナーを入れてます。これが1週間分ぐらいかな。大体1週間分ぐらいで、もう1個大きめのケースを使って衣類を入れてます。着替え3日4日分ぐらいかな。上下3着ずつ、ですごい便利で、これがやっぱこうなんていうのかな、こう伸縮性があるから、そうだね。潰れたりもするし、でチャックもついてるからコンパクトでまとまりやすいから、これ合わせて2つか。これで1人分の洋服を寝巻きも含めて、あとは箸となんか銀のさ箸使ってるけどさ、韓国風ですごいいいよね。まあね気分がいい感じ。ちっちゃいお玉とか入ってます。で基本こっちの半分、左半分が私で右半分がゆうきのものを積んでます。あとはこれですね、Amazon で買った2個で1999円でセットバックポケットを買いました。すっごい便利じゃない？これ、櫛とか歯ブラシ、2日に1回しかお風呂が入らない時があるので汚いとか言わないでください。まあ洗顔シートとか入ってます。あとはお風呂セットを引っ掛けてます。これ100均で買ったやつだよね。そう。すっごい便利です。ここの隙間に化粧ポーチも入ってます。これも全部100均で買いました。こんな感じでしょうか、こちら側は。そうだね。ね、じゃあちょっと反対側も行きます。まあでも大体一緒だね。同じような感じで、まずこちらが消耗品ですね。マスクだったりとかワンデイの方を備蓄してます。あとこちらですね、キャンプの際に使うテント、ワンタッチテントになります。で普通のテントとちょっと迷ったんですけど、まあ基本ベース車中泊なのでコンパクトでかつこう手間もなくっていうことで、こちらワンタッチテントを用意しました。あとはこちらキャンプ用品ですね。あと結構これが大事で、岩谷さんというメーカーから出てるコンパクトバーナーになるんですけど、こういうのも持ってきてます。こちらを開けると、こちらは水道が入ってます。キャンプの時とか、あともう外が雨で出たくない時とかにしかほぼ使ってません。すごい必要かなって思って作って持ってきたはいいんですけどもう道の駅とかありがたいことに本当それでこと済んでしまうっていうのが現状で、野菜もうちら洗わずにね食べてるから野生のようにでこれは、電動の水道ポンプでアマゾンで2600円ぐらいでした、水が今入ってないから流せません。そうすいませんまあ下はこういうタッパーに水を排水する形で、シンクですね、でこちらが使う水を貯めるタンクになってます、でこれたまたまそれぞれのグッズをはめたら本当に運よく全部ぴったしはまって、よかったね。すごいすっきりしてる、でまあ使わない時とかはねこうやってチューブも閉まって収納できて、蓋もするとこうやって持ち運びができるんで、本当にキャンプの時とかすごい重宝してますこれも全部100円ショップのグッズを使ったカーテンになります。でちょっとこれめんどくさいんですけど1個ちょっとね、これカーテンクリップ外してこういう風にかけて使ってます。で結構こうやってやってるとこう雰囲気が家にいる感じみたいになって、車中泊とかしてても落ち着く雰囲気で
うん、いいよね。夜も毎回広げて寝てます、意外と外からも透けないんだよね。そうだね、こっちから見るとちょっと透けて見えるけど、外からは意外と透けて見えづらい、ちょうどいい透けさ、で特別これ遮光とか遮熱とか遮音とかないんですけど、形上欲しかったんでね、まあ安いものを取り付けました、折りたたみハンガーがこちらに4つほどかけてます。でこういう風にして使えるので、もう仮に持ち運ぶってなってもこういう風にできるのですごくコンパクトで便利です。100均で買ったっけ、私たちの車にはソーラーパネルがついていて、こちらに持ってきて配線をつないで充電をしています。実際に配線をつなぎます。メーカーが他社同士なので変換プラグを買ってつないでます。出ないあ、出た。出た。今こんな感じですね。今は 65W 前後ぐらい発してます。結構これ1台で十分生活は賄えてます、でもともとソーラーパネルは 100W のもので、まあ天気もこんな感じで日差しも出てる状態です。結構こういうピラーの部分が意外と多いので、そこにぴったしはまる場所探してはめるとね、数も多くつけられて、つけた方が便利かなって。はい。次はベッドキットの下側を紹介していきます。はい、ここがね一番へこんでて荷物が入れられるからね、ステップワゴンを購入した決め手にねなりました。でこちらに車の中で使うテーブルですね、こちらは、プラスチック段ボール使用して100円ショップで買ったリメイクシートを貼ってシェードとして使ってます。あとは運転席と助手席の横の窓ガラスのシェードになります、こちらも料理の際に車内に置いて使うためのテーブルとして購入しました。鍋とか使う時は危ないからこうやって直に安定するので机を使ってます、カインズで購入したかな、500円ぐらいでした、あとはこちらですね、料理の際に絶対にパフ丸になります。はい。あとはこういうランタンですね、夜使ってるね。あとはもう一個小さいランタンもあって、車内で夜使う時はもうこちらで1個あれば全然十分事足ります。これはあとフロントガラスのね、サンシェードです。これかよっ、はい、こちらがジャクリーさんのポータブル電源になります。こちらも別動画を出しているのでよかったらご覧ください。であとはクーラーボックスですね、このクーラーボックスちょっと取り出すことこういう風にできないんですけどなぜここに設置したかというと、マットレス持ち上げて蓋を開けるとこの辺まで開いて、で一応ここの隙間から手を突っ込んで全然奥まで取ることが可能で、そこまで不便ではなかったので、こういう置き方をしました、大きいからね結構、まあでも全然これより小さくてもいいかもしれない。そうだよね、そう思った使い勝手がいいかもしれない、そっちのが。でこれはこういうふうにして奥にしまってます、冷凍庫がないのでクーラーボックスで、次は運転席と助手席の下ですね。まずこちらは、室内履きで運転する用の靴になります。でこちらのシューズトレイには外で履いて靴を入れて、運転するときは横にしてこういう風に運転してます。全部ね私たちはここの車内の空間を土足禁止にしてます。この座席の下ちょっと狭いんですけど映るかな。映る。こちら替えの靴ですね。自分のは防水の靴が1着と、あと普通のスニーカーが1足入ってる、全部で1人3足、意外とねスペースあるから余裕で入ります。あとはステップワゴンで気に入っているところがウォークスルーです。ここがあると雨の日でも外出ずに移動できるので、すごいいいです。こうやってよくひょっちゅうこうやって移動してこうやって移動してます。あと収納が結構ステップワゴンホンダさんが多いのかな。こっちのね収納も多いし、ここのウォークスルーの部分にも充電系とかパソコンとかね至る所の隙間を荷物置いてます、
あとはよく使うたけるくんを炊飯器ですね。重宝してます。じゃじゃーん。すっごい便利です。シュガーソケットから炊けて30分ぐらいで炊けるかな。うん。お茶は 2.5 杯分ぐらいはマックスで炊けるかな。そうだね、ね、そんぐらいだね。すごい出来たてのご飯はいつも食べてありがたいです。で、あとはドリンクも2つつけてて、うん、横も収納ケースがすごいたくさんついてて、見えるかな、これ結構ここにマスクを入れたりとか、あとはカビ取りシートもね、結構車中泊してると結露で白くカビっぽくなっちゃうので、この100均で買ったカビ取りシートを使って拭いてます。結構取れますね、これね、おすすめ。必須かもしれない。冬の車中泊には収納スペースが多くてすごい助かってます。本当にこの車収納ってすごいいい、はい、こんな感じです。あとはなんと猫の映像まあこれは賛否両論いろいろあると思うんですけども、猫好きとしてはやっぱ捨て猫はね、お腹空かせてかわいそうなので、まあ一瞬でもいいからね、ちょっとお腹いっぱいでいい気持ちにねなってほしいなと思って積んでます。いやー、捨て猫問題どうにかしたいね難しいよね。難しいけどね、心が痛いです。あとは助手席のよく使うダッシュボード手前ね、しんちゃんのリップ入ってたりとか、この中にもサングラス、あとはドリンクホルダーにアルコールとかジョージが出てきたのとハンドクリーム入れてますね。最後にお気に入りポイントを3つ紹介します。1つ目はこちらですお花です。100均で買ったお花で、車の中に彩りをつけたかったので買いました。これ刺してるだけなこれで外れるんで、うわー、まあちなみにこれは釣り用で使うグッズみたいです。あ、そうなんだまあパッと見可愛い感じかなっていう感じで気に入ってます。結構いい感じでしょうかお気に入りポイント2つ目ですね。こちらのカーテンになります。こちらのカーテンは簡単、安い、風になるという理由ですごく気に入ってますね可愛い。木のお花と合わせるとこんな感じでなかなか可愛い感じになってます。じゃーん、こちらが自作力作号意味わかんないにゃんごー、どっちがいいと思いますか？コメントで募集してますね、めっちゃ可愛いよ。これいい感じに塗れました。僕たちの車のお気に入りポイント3つは以上です。以上ね、車内紹介の動画